ワインチチャンネル。はい。どうですか。これは今日は出稽古ということですか。出稽古だね。そうですね。はい。なんか先生ちょっといつもよりテンション高め。はい。もうなんかテンション高めやし、もう大汗かいてますけれども。戦ってきたんだよ。はい。怪物と。怪物と。そうですね。震えながら見てましたよ。はい。呼びましょうか。はい。すみません。今日はお願いします。させていただきます。よろしくお願いします。朝倉未来です。はい。今まさに朝倉選手のチャンネルでスパーリングしてきたところですね、トム先生。すごかったっすね。めちゃめちゃ楽しかったです。楽しかった。そう、俺もすごい楽しかった。二人ともストイックすぎるのか、もうまだ2分も経ってないぐらいですよ。1回ワンクッション入れません？いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しいですね。やっぱいつものスパーと違いました？全然違いますよ。やっぱりなんか昔のスリルを思い出しましたね。やるかやられるか。めっちゃ楽しいよ。これは面白いわ。なるほど。で今回我々のチャンネルではまさにそのスリルをですね、ちょっと再度思い出していただける企画になってるんですけど。本当に？ワンイチチャンネル武術チャンネルなんで、結構護身術をやってるんですよ。襲われたらみたいな。でも朝倉選手といえばね、路上の伝説なんで異名をお持ちなんで、いろんな修羅場当然くぐられてると思うんですけど、朝倉選手にうちの不良外国人上野幸雄がいろんな形で襲いかかってみた時に、朝倉選手はどういう対処をするのか。僕なりの対処法ですか。そうです。いいですね。それを武術家石井東吾が武術家視点で解説的な。どうでしょうか。いや楽しいですね。でも襲われることってない。いやこの人を襲わないでしょ。じゃないから昔どんな感じでってさっき言っておきます。僕不良外国人じゃないです。ちょっと前から生きてましたけど。前から生きてましたけど、普通の大阪育ちの七五三も行ってますから。ちゃんとしてるんで、でも朝倉さんが昔その不良時代はどうやって胸ぐらつかまれた場合とかどうしてたのかっていうのをちょっと見せていただきたいなぐらいですね。めっちゃ下から行きます。なんでさっきまでどつき合った人に俺襲いかかんのよ。気狂ってるやん。すいません。そしたらちょっと朝倉さんが怖いもん。もうね怖がってんの目が。だってさっきスパーリング見ながら今から企画変えられへんかな。変えんなもやるしかないですね。やるしかない。じゃあ早速ね。いろんなパターンでやってみましょうか。でも見てみたい。やり方でいいですよね。そうです。見てみたいね。壊さないであげてください。リラックス、今からゆっくりバイバイ楽しむチャンネル。脱力してね。一瞬にかけて。脱力して投げると危ないから。朝倉さんそれやっぱ不良時代とかって絡まれ方としたら、例えばやっぱ胸ぐらつかまれるとかはありましたよ。やっぱ定番って言ったら胸ぐら。定番ではないですけどね。胸ぐらつかむ人って大体やる気ない人多いですよ。僕の経験上。そうなんだ。喧嘩する気がないというか。威圧してやめさせようと思ってるんですよ多分。なるほど。結構内心ビビってる人が多かったなっていう。リアルすぎる。めちゃくちゃリアリティがあるね。こういうするんじゃなくてそういうやつは喧嘩する気ないっていう。そんな時間あったらって感じな気がしますよね。もう殴りに行きますよね本当にやりたかった。そうかもそうかも。じゃあこれでも俺がやるのは進まないですよね。やろう。はい、分かってます。例えばもういいですよ。始まってるんです。始まってる？いや、例えばです。例えばの話、そしたらこう来た場合、今の朝倉さんじゃなく当時の朝倉さんだったらどうしてました？もう思って出ようやって話です。僕ね、結構当時は正々堂々タイプだったんですよ。だからここでいきなりフリースとかしなかったんですよね。やりたいんだったらじゃあやろうよって言って離れた状態から始めるっていうのが僕のやり方でしたけど。なるほど。本当になんか面倒くさい時とかさっさと終わらしたい時は僕だったらヘッドバットしますよ。手首掴んで。なんでこの距離からってこと。鼻に。鼻にね。鼻に一発入りました。これ美術的にはどうなんですか？いやもうそうでしょ。正解。先手必勝。胸ぐらつかませたままっていうところでもう正解ですか？そうですね。なるほどなるほど。手首掴んじゃいますよ逆に。掴んで、なるほどなるほど。引きながら自分もこっちを引かせながら。そう。カウンターが入って引かせながら。鼻マジで痛いんで涙出るんですよ。
止まんなくなります。だってそれ多人数とかでやってたとかってお聞きしたことあるんですけど、こう殴り合ってる時の後ろから掴まれるパターンとかでもあるんですか？もうこれ次の話言ってます。言ってるね。言ってるね。それ怖いんで、怖いんで、はい。ちょっと尺も考えてください、動画すいません。なんか一個一個もうちょっと掘り下げる。そうなんだよ。いやいやちょっともうちょっと聞きたかったこれ。もうちょっと聞きますか。でも僕胸ぐらつかむってすごいガード1個なくなってるわけじゃないですか、こっちは。だから相当不利な状況に自分で持ってってると思いますから、僕は。だからこれ今さっき僕ヘッドバットしましたけど、これももう右手いったらガードできないじゃないですか、こっち。確かに。思いっきりもうオーバーハンドで入っちゃうんですよ。じゃあ朝倉選手が仕掛けるときに胸ぐら掴むことはまずない。まずないですね。僕胸ぐらなんか掴むことないですよ。さあ喧嘩の時はよしタイマー張ろうぜっていうスタイル。スタイルですよね。基本的にはそうですね。大人数とかの時はそういうわけにもいかなかったですけど、基本的に1対1の時は絶対そうしました。でも逆にこれ掴んでたら東郷先生はどうするの？僕も聞いていいでしょこれ。まあそれはそうですね。危ない危険な距離。この距離ここもいけます。ここもいけます。朝倉未来にやられてきてんだよ。あんなにスーってあんなべったりいきますか？でもここから不意打ちを食らうっていう危険性もあるじゃないですか。逆に自分がそういったことはなかった。胸ぐらつかまれてる状態から状態から逆に相手から来られる。いやでもなかったですね。でも一応意識はしてますよ。もうここは死んでるじゃないですか。右手のパンチと蹴りは一応意識して、ヘッドバットも一応危ないから。だからいつでも顎引けるようには。ヘッドバット来た時にこっちに頭下げれば多分頭先に当たるんで、鼻に当たるんで。なるほどね。そっか相手よりも先に潜る。潜っちゃう。右の手はとりあえず意識はしますけど、この話し合いなんで大体、威嚇をし合ってる状態なんで、一応状態で右の方は意識はしてます。来たらもう普通にもうガードします。ガードしたりとか、避けますよね、こっちが来たら。こっちの握ってても多分この体の力の方が強いんで、パンチ来てもこのまま避けれます。この手動いちゃう。持ってったり。めちゃくちゃ考え抜かれたあれだったんですね。本当にそう。理にかなってた。そういう昔その喧嘩の時に熱くそんななってないんですか？ないです。切れて喧嘩したことないです。でも当時いくつぐらいですか？10代ですよね。15とか16とか。15、16でここまでこのなんかやっぱ腹が据わってるっていうかね。感覚的に分かってましたね。今この手は死んでるとか、こっちの手が危ないなとか。次行ってでも逆にあれですよ、胸ぐらつかむことはお勧めしないですよ。だからそのつかむ側の人には。なるほど。やめた方がいいですよ。本当にリスクが多いと。リスクが大きい。やられるんですか？僕ですか？胸ぐらつかんだり。いや何もないです。持ち前の明るさで乗り切ります。それが一番だよね。だからやっぱ後ろとかですか？そのみくるさんよく多人数で喧嘩してたってなって、その武術的に女性とかもね襲われた場合とかっていうこう腕でいいんですかね。もう1点いきました。もうビクビクしない。大人数対決の時に後ろを取らせないですよ、絶対僕は。なるほどね。絶対ね、まず。で普通に道歩いてていきなりこういうことをしてきた場合とかもあるじゃないですか。そしたらヘッドバットして思いっきり後ろにパーンって入れたら多分ほどけるんで、ほどけた時にもうボコボコする。本当ですよね。鼻押さえてて、鼻押さえてますよね。もう腹思いっきりボーン入れて、でうずくまるんで、髪とか掴んでまた顔面に刻むとか。ジークンドーの武術的にはこう掴まれた場合とかっていうのはどういう？だからやったっすね。そうこれね、かかとでこうはよく聞くんですけど、これ指先の方が指がね、そうやばいんですよ。そう指、足の指をね。そうで靴履いてると結構ここはダメージ大きい。なるほど。でスペース作ってやっぱ筋的を筋的ね。こっちに作って入れる。なるほど。なんか筋的派と頭突き派の分かれてる。確かにそうですね。どっちも地獄よ。どっちも致命傷を与えてるでしょ。間違いなく。そうなんですね。ヘッドバットはちょっと自分も痛いっていうのありますよ。ぶっちゃけ筋的は多分リスクあんまないと思うんですけど、後頭部は思いっきりね、
当たると相手もめちゃめちゃ痛いけど自分もちょっと痛いと思います。はいはいはい。これ掴みかかるとかですか今度は。あとどんなパターンあるかな。いややっぱもう気合いのこう突っ込んでいくとかですかね。まあそれ危ないね。この辺になってくるともう総合格闘技まあ確かにそう出ちゃう。ですね。今となる。今となればじゃあ逆にやばかったパターンってあります？そのやばかったこれはちょっと危なかったなっていう。なんか先輩2人に呼び出された時に木刀と金属バット持ってる先輩が公園で待ち構えてで1人だったんでこれ危ないなと思って公園の自転車使って防御したんですけどやったんだ。やりました、まあ、防ぐために自転車を使ってで、まあ、思いっきり取り上げて1対1で戦ったんですけどまあそれ武器が危ないですよ。なるほどなるほど。で武器じゃなかったら基本的にやばいなと思ったことあんまないです、あまあ、僕も得意技に変えたんですけど途中から一番最初に髪引っ張られて膝蹴りずっと連打されてたのがめちゃめちゃ強くてこれやばいなと思いました、やっぱこうやって持たれてると抜けちゃうから痛くて上に戻れないんですよねずっと。だからこう髪引っ張られたままずっと膝蹴りされるんでどっちも痛いわけですね。上がっても下がっても。髪も痛いし髪は結構危ないですね掴まれると。なるほど。先生とかもお聞きしてやっぱ耳とかも掴むっていう。耳とかもね確かに耳とか簡単にちぎれますそうじゃあちぎれますよ。僕もちょっとだけちぎれたことあるんですよへはいちょっと跡残ってるんですよえ。怒ってます。それはもう本当だ持たれて。そうなんだ。ここまでちょっとちぎれたことあります。これ引っ張られたの。引っ張られたかなんかそう確か引っ張られましたね。うろ覚える。なんでかもうやりすぎてもう分かんない。なんでだ第一のエピソードですよ。多分俺やったら耳ちぎれる。人生で第一のエピソードですよ。髪は結構おすすめですよ。おすすめしちゃいけないかもしれないです。本当やばい時の護身用のためになんか髪掴むのは結構強いですよ。なるほど。逆に東郷先生、髪掴まれた時の対処法とかあるんですか。掴まれたら、まあやっぱりこの掴んだ手を関節決めたりそうですね。まあいろいろありますよ。そっかそれこそその下向いてるからこっちも結構なんかもうリクルさんのバカテンション上がっちゃう。確かに今となってはね手決めたりできますもんね。そうああなるほど。当時なかったんで知らなかったんで最強の一手だなと思いました。やられた時ああなるほど。なるほど。時代にやられてすごい強いなと思いましたね。究極の形なんじゃないかと思いましたけど、まあ今考えればたくさんあります。なるほどね。ゆきおさんどうですか。他もう満足しました。満足しました。もう1個目から大満足俺は。仕事した今日。だからシンプルですよね。その攻撃とかそういうのも一番効きますからね。ヘッドバットが。なるほどね。金的には勝てないと思うんですけど、ヘッドバットって多分ほんまにリアルにやっぱり僕そういう実際あんま喧嘩したことないんですけど、ヘッドバットした状況になったらマイクどうなってるんですか。もうアドレナリン上がってるじゃないですか向こうも。でももういやもう鼻折れたりとか歯も折れたりしますよ。僕ね弟が高校3年生の時に喧嘩するからっていうことで兄貴の僕に喧嘩のやり方を教えてくれって言われて、足踏みながらヘッドバット一発入れれば終わると思うよって言って、一応見に行ったんですよ。そしたら相手の歯折れてました。弟さんはしっかりセコンド通りやりました。ちょっと聞いてみてください。本当にあった話だ。なるほど。どんどん出てきますよこれエピソード。本当にいろいろエピソードかっけえな。遠くから見てたからな、いつも不良たちを。ちょっと強力なんですよ本当に。うずくまるっていうレベルです。すいません。だからやっぱりいろいろお世話になりましたけれども、やっぱ金敵とヘッドバットは一番やばいということですね。喧嘩はしないことが一番。そうですね。確かに。本当に護身用に言ってますからね。護身ですもんね。何かあった時のためにっていうことですよね。エピソードのせいで喧嘩寄りになってる。話は喧嘩寄りになってるけど、向こうが何かやった時のためにってですよね。僕ももちろん喧嘩なんかやらないです。やらないですよね。襲われたら自分を助けるために使ってください。武術家の方と言ってることは同じですね。同じですよ。やっぱり。ちょっとドッキリとか見させていただくんですけど、街中とかでほんまにあったりするんですよ。ないでしょ。ないですね。ないでしょ。もうやっぱどうもっていうスタンスですよね。ヘズマリュウしかいないですね。それは今まで。それ以外あったことないですね。ないね。また東郷先生と何か。そうですね。なんかぜひ今日だけじゃ分からなかったこともありますし、はいまたなんかコラボの方させていただけたらこちらこそお願いします。はい、ぜひまた違う襲い方、ゆきおさんも研究しておきます。違う案考えてこい。今日は本日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。
引いて腰より前だったら簡単に手は上がるんですよ。いろんな技があるんですけど、こう持ってたら3キロ。